こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。本日は後ろにあるようにマザックマザトロール最高と。いやこれね、マザックからスポンサーいただいてるじゃないですか。マザトロール使ったんですけど、マジで使いやすいですということで、他の動画でも上げてる通り、切削事業立ち上げに伴いですね、実際に工場でトレーニングをさせていただいてます。この工場のトレーニング以外でもですね、なかなか動画にできてないんですけども、商工会議所に行ったりとか、いろんな企業と打ち合わせしてるわけですよね。で、前の動画でなんかさ、愚痴じゃないんだけどさ、堺寝坊しました動画上げたらさ、そんなこと動画で言うなよとか言ってくるけど、いや、ためっていう言葉知ってますかっていう。堺さんがさ、ああいうキャラじゃなかったら、絶対に俺、そんな動画上げれないもん。で、本人はめちゃめちゃ楽しんでるんで、大きなおせっかいですわっていうことを言っておきたいと。大丈夫です。そこら辺見て僕動画上げてるんで、ご心配いただいた方はね、非常にありがたいんですけども、そのように思いますと。ということで、実際にね、工場でトレーニングしてると。で、堺と一緒に行ってるんですけども、今後、堺さんはですね、数ヶ月間にわたってやっぱトレーニングした方がいいだろうっていうことで、どこに行ったかというとですね、熊本にある太鼓テクニクスさんにお邪魔させていただいてまして、もうね、これ社長ですよ。田上さん。もうラーメンの師匠とか、もうラーメン作ってってわかんないよね。失礼か。ラーメンポーズですね。ラーメンポーズを二人でやってさ、もうめちゃめちゃ温かく迎えてくれて、今の現代社会ってあんまないと思うんだけど、いろんなこと学びに行って、いやもういいですよ。日本の製造業がこれで、少しでも生産性上がるなら、もういくらでも協力しますみたいなね、めちゃくちゃ熱い人でさ、で、僕、高より一足先に帰ったんだけど、瀬上さんっていう方もいらっしゃってて、この人が最初ワンツーマンで教えてくれて、非常に丁寧に教えていただいたんで、熊本だから、くまモンの T シャツとかも買わないと思うの。だからくまモンの T シャツ買って、ありがとうございましたっていう風に渡したら最終日ですよ。なんかお土産さ、買ってきてくれた。もう頑張ってくださいみたいな感じで、手を握ってくれて、もうこれは、もう是が非でも工場プロジェクトを成功させなあかんなっていう風に改めて思ったというか、熱い思いをもらって、そしてバイバイって帰るわけですよ。もうやばいよね。今だと日本の企業って、NDA いっぱい結んでるんだけど、僕もね、この技術で囲ってなかなかその技術をオープンにしていかないじゃん。だけど、彼らっていうのはオープンイノベーションっていう考え方があって、少しでもみんなに寄与したいと。切削加工を盛り上げたいっていうことで受け入れていただいたと。ワークの着脱を行う元気な堺さんですよ。堺さんなんてさ、帰り道だよ。フィールダーに乗って一緒に帰るわけだけど、もう本当に今楽しくて仕方ありませんと。太郎さんには感謝しかありませんとか言ってるから、もう大丈夫。そういう中なんで、ご心配には及びませんという感じですね。ということで、ちょっと冒頭長くなりましたが、プログラムの作成から切削まで高速で習得を今させていただいているという感じですね。ここで太郎ですね。一言感想がございます。マザトロール、こんなに使いやすいのみたいな。これね、さ、私の年収低すぎみたいな画像があるんだけど、そのさ、イラスト屋の画像があるっていう超面白いよね。ということで、こんなに使いやすいのっていうのを、初めてマザトロールを使って思いました。もしかしてマザックってすごい会社なんじゃないのかっていう、そこで思いましたね。マジで失礼と。普段からスポンサードいただいてるの。ただ、もうぶっちゃけ正直舐めてました。マザトロールって何かっていうと、工作機械あるじゃないですか。で、工作機械というものはですね、でっかい産業装置ですわ。金属をゲリじゃなくてゴリゴリですね。ゴリゴリ削るものになってまして、自動でさ、工具交換とか今できるようになって ATC でね、パシャコーンって言ってさ、工具を持ち帰って、って加工していくわけですよ。そういった工作機械でございまして、この工作機械ですね、いろいろなインターフェースがあるわけですね。G コードあるわ、マザトロールあるわ、そして、大熊さんのインターフェースあるわとか、ブラザーのインターフェースがあると。ということで、このインターフェースは各社各用になってるわけですね。で、そこのマザックが出してるものがマザトロールになってまして、その説明をさせていただくと。そこで加工のパスを作っていくんですね。加工のパスって何かっていうと、加工の経路みたいなものですね。とか、ドリル開けろとか、そういった指示をこのマザトロールを使ってやっていくと。そこに対して僕は舐め腐ってたと。そういうことでございますので、ご承知おきいただきたいということでございますと。圧倒的な他の工作機械と違いますので、これは皆さんに知っていただきたいと。そういうことでございますと。申し訳ございません。マザック様、山崎様ということで、そして堀部 CTO ということで、マザトロールすごと。もうマジですごかった。この利便性を知らないのはもう日本の製造業にとっての既存でございますということで、皆さんね、G コードをポチポチ打ってる人、マザトロールの利便性を知らない人々と、すでにマザトロール愛好家の人々ですね。こういった方には新しい発見があるかもしれませんということで、ぜひ最後までご視聴いただきたいと思ってますと。ちなみにですね、中立性を保つため、マザックに事前確認はしておりません。こういった動画作りますね、みたいな。マザトロール結構すごかったんで、すごかったんで、
動画作りますとは言ってるんですが、ノーレビューでございます。いろんな人がですね、もう事後報告でいいんで、みたいな、既成事実だけ作っちゃいましょう、みたいな、そんな感じでございまして、事後報告になりますと。マザトロールラブの方はですね、マザックのレビューが入ってませんので、もし違ってるっていうことであればですね、コメント欄でご指摘をいただきたいと思いますと。で、まず、マザトロールのめちゃくちゃいいところは、デスクで工作機械と同じ環境を構築できると。つまるところ、現場でマザトロールポチポチする人と、そして、現場から離れた太郎ですよね。これをイーサケーブル、要するに LAN ケーブルで繋ぐことで、現場とデスクの往復がもう全く不要になると。同じ画面で編集できて、こっちで編集したデータをこっちの工作機械に飛ばすことができるわけですね。現場で段取り作業がかなり削減されるし、分業が可能になるわけです。要するにこっちでプログラムだけ作って、あと削ってね、すり合わせお願いみたいなこともできるし、プログラム作成が早い人はもうこっちでポチポチ、プログラム複数人のものを作ってですね、それで投げることも可能であると。これ何を指してるかというと、現場での作成を削減できるっていうことであって、じゃあ段取り性が良くなるって秘密もあるので、細かくボトムに迫っていきたいと。そしてですね、次なんですが、プログラム作成が信じられないぐらい簡単でございます。もう信じられないぐらい簡単ですね。アンビリーバボーでございますと。必要事項を入力すればそれで OK ということで、これマザトロールの実際の画像でございますが、マザックにはですね、もう昔の副社長の館長がいるんですよ。で、この館長、なんで館長と呼ばれるかっていうと、マザックには工作機械博物館というものがあるんですね。で、この工作機械博物館の副社長を退社されてですね、今は館長にいるんですけども、この館長が対話式のプログラムを初めて世の中に作ったわけですね。これが今でもそのマザックというものは脈々と受け継がれてるわけで、どんどんバージョンアップしてると。で、これの真髄ということで、こういうエクセルのようなマクロが組まれたような画面になってるんですけども、こういった表スタイルにポチポチ入力していけばいいわけですよ。各項目の数値を入力すれば、加工手順が自然に出来上がってくると。現にですね、僕も1日でプログラム、プログラムがめっちゃ言いにくい。現に僕もですね、1日でプログラム作成ができるようになったわけでございますと。例えば、G コードがあるんですけど、これっていうのはですね、こんな感じでございまして、座標の設定とかですね、そして、移動の制御とか、あと工具の選択とかですね、出力の制御とか、クーラントの制御、一つ一つ書いていく必要があるんですが、簡単な形状の位置加工を構成するのでさえ、こういった細かいものを、これ、あれですよ、タイピングするわけじゃなくて、もう人差し指で一個ずつ落ちていくわけですよ。わかりますこの違い。要するに10分の1ですよ。これ。誰がタイピングこうやんねんって話ですよ。削るまでの行為までたどり着くのがクソ長いわけですよ。もう学習時間で言えばですね、もう20倍の差がございますと。で、これ20倍の差、もう G コードで俺もう慣れてるからって。違うんです。全く違います。それは日本のですね、今後製造業が陥る事実を全く理解してないと。もう人材不足に陥るのはもう目の前でございまして、こういったグラフがありますと。で、これ縦軸が労働力で、横軸がですね、一人当たりの就労時間だって。まず、製造業は就労者数がもうどんどん減ってる。そして若者もどんどん減ってると。ということで、人口減少が襲ってくると。それだけではなくてですね、ライフワークバランスとかですね、週休3日制とかですね、もう労働時間の減少が襲ってきてるわけですよ。もうこれ厚生労働省の資料でございますが、ということで働き方改革が襲ってくるわけですね。もうこれが2つ同時に襲ってくるということで、もう学習時間に時間を当てられないと。時間短縮というですね、日本の命題に必要なインターフェース、それがマザトロールでございます。じゃあ、実際何がええねんということでございますが、作業者の工数を極力低減することが前提であると。もう工数低減を当たり前だのクラッカーでございます。例えば、原点の設定であったとしても、ワークをね、セッティングするんですけど、そこに対して原点をまず求めないといけないんですが、こういうようなワークでございました。こういうようなワークなんですけども、こういった数値を入力するだけで、わずか9ポイントの入力でワークの原点設定が可能でございます。これを G コードで作る場合です。実際出しました。これ、G コードを入力すると原点設定だけですよ。原点設定だけですけども、832回もこの人差し指でパチパチ入力が必要でございますと。まだ原点を設定するだけですよ。削る前の段階ですよ。切削も行ってないんだぞと。もう今20代のね、目の前に吉川ちゃんがいますけども、スマホ世代の Z 世代が、原点
点求めるのに832回もポチポチするんですかと。もうそっとしますわ。その研修だけで、この企業入らないぞって思うわけですよね。しかも G コードは、これ正しいかどうか確認しないといけないわけですよ。上長にもこれでいいですかっていうことで見ないといけないわけ。どっちが簡単なんですかと。いうことでございますと。で、まず原点でこんだけ楽でしょ。そして、切削条件を入力する段階になっても、次削るってことで原点ね、設定したら、もうオペレーターを支援することが前提になっていると。どういったことかっていうと、こういう風な母材何削りますかっていうものがあるんですよ。で、アルミ A505 に選ぶとですね、素材に適した加工条件が自動的に決まると。いうことで、例えば、ミル加工したい場合でございますが、切削方法をもう選ぶと、こういう風にもう工具があらかじめ出てくるんですよ。ピコッ。エンドミルみたいな。あとは、K を入力するだけ。12パイなのかね、8パイなのか。エンドミルの直径ですよ。それを入力するだけ。切削方法、仕上げ、加工用工具を選択後、素材に合わせて、切削速度など自動で決まるわけですよ。原点と同様に、支点と終点を入れれば、プログラムがそこでできちゃう。さらにですよ、これミル加工でしょ。穴加工の場合ですよ。これ穴加工ね、聞いて驚くなっていうことですけども、タップ加工ね、こういう風に出てくるわ。図で出てくる誰も間違えませんわ。で、図でタップって入力すると、工具が4つ出てくるわけですよ。まず、スポット、ドリル、面取り、タップと。タップ加工の時に必要な工具がピャって出てくるわけですね。もう素人でも、こういう工具が必要になるんだなっていうのが一発でわかるわけですよ。必要な工具と、さらに自動で加工条件もまた改めて出てくるわけですね。早送りなど、例えば切り替えもこれ早送りしたいとかですね、僕が決めた速度で攻めたいみたいな場合あるわけですよね。それは後で入力することも可能なわけですね。数字を少し入力する、あとはほとんどクリックで終わるわけですね。さらに、まだあります。穴加工って一つだけじゃないでしょ。複数穴があるわけですよ。じゃあその複数の穴どういう風に作っていくかっていうと、こういう風に点とか列とか四角とか、格子とか円とかあるわけですよ。そういった座標の指定方法を選択し、さらに加工座標を穴種類に乗って数字を1行入力していくと。例えば、この加工終わった後は90度に横にずれて、ここに行ってください。で、その一つ目の穴から寸法が60移動しますよ。みたいな感じですね。で、その後下に、また180度下に行ってくださいとか、いうことを指示する、入力するだけで、穴加工終わりです。これで終わりでございます。しかも、G コードであれば確認しないといけないじゃない。この穴間違ってないのか、数字間違ってないのかなとか、確認するでしょ。これですよ。確認方法も他とは次元が違うと。なんと、この加工パスが出てくると。デジタルツイン上で加工パスが確認できますので、どういった穴加工だったかなっていうことが、その場でわかると。間違いようがないわけですね。G コードの文字列ですよ。どっちがもう、これで G コードって言われた日にはもう僕はもうそっとしますね。ということで、これもう一つ言いたいのは、これね、ミスしないこと前提じゃないですか。G コードでもし間違ってたらですよ。間違ってたらそのまま交差機は削りますからね。やばいでしょ。もし雫なんかがさ、ワークにごっつん当たったらもうそれで雫破壊しますわ。はい、マイナス300万です。だからめちゃくちゃ確認しないといけないんですけど、こんなさ、デジタルツインで確認したら間違いようがないでしょ。なんだって ?2D でも見たいと。3D とかもう嫌だみたいなね。もう変態がいるわけですよ。さすがにそれは、はい、ありまーすと。スタップ細胞ありますじゃなくて、もう 2D も、もちろんね、こういう風に準備されてて、こういう風にね、ポチって押せば、はい、こういう風に加工パスを表現してくれますと。はい、ここで終わりませんと。声が強くなってきて。マザトロすごいです、やばいですと。いうことをね、これね、90度横にずれてとか、頭で考えるのめんどくさいじゃないですか。めんどくさいでしょ。そんな素人でできないでしょ。なんで、CAD を入れれば連携してくれるんで、CAD を読み込んで、その CAD に対してこうやって、この穴、この穴、この穴、みたいなね。クリックをポチッとするだけで、加工箇所の指示が終わりますと。入力も必要ないわけですよ。クリックだけで終わると。図面上の位置関係を計算する必要なーしみたいなね。加工する箇所は CAD に表現される。なんてこった。やばいでしょ。ね、こんな感じで座標が勝手に入っていくわけですね。もうマザトロールの認知が日本でほぼないわけですよ。知ってる人は知ってるんですけど、知らない人もめちゃめちゃいると。もうこれがもうやばいっていうことを多くの人が理解してないのがですね、もうその状況が理解不能でございます。しかもさ、便利機能がもりもりついてますと。
例えばですよ、例えば 3D ビジョンがありますね。3D で表現してくれると、もう上段の 3D モデリングと、そして下の部分ですよ。これが制作プログラムポチポチ入力するところです。要するにこっちポチポチ入力すれば上の 3D モデリングのところに表現してくれるわけですよ。あ、ここの数字入れると 3D ビューアーだとこうなるんだなっていうことが一発でわかると。もちろんプログラム更新すれば 3D も変更がかかるわけですね。続いて、ドリル、タップ、ミーリング、加工ごとに目次が作成されるので、編集も容易ですと。こういう風にタップとか通し穴とかね、あとはミル加工とか、こういう風にもう全部項目が表示されるわけで、もうそれを例えば加工順番を入れ替えたいみたいなことできるわけ。そしてその加工が他のワークにも適用したいとか、同じような加工があるっていうことでコピーすることも可能なわけですよ。すごくない？コピペで楽勝でございます。続いて、他にもありまして、これ何かっていうと、1234って番号を入れられると。この番号っていうのは何かっていうと、加工の優先順番も付加できるんですよ。これ何がいいかっていうと、同じ工具あるわけじゃないですか。穴開けるときに、K が同じ穴とかあるわけですよね。その時ドリル同じですよ、みたいな。ただ、ちょっと場所は違うんですけど、ミル加工同じです、みたいな感じで、同じ工具を一つの段取りに集約できるわけですね。これ何がいいかっていうと、切削工具っていうものはですね、この ATC によってシャカコンって言って、工具をいちいち付け替えるわけですよ。付け替える時間だけで10秒ぐらいロスするわけですね。ここで順番を決めておけば、量産の時ですよ。例えば30分の加工で3分早くなります。でもそれが100個ありますっていうことでは30分もポチポチ変えるだけで短縮できるわけですね。コピペなしで加工をまとめるため段取り回数を低減できると。こういったいろんな便利機能があるんですけども、もうここでは紹介できないものものすごくたくさんある。なんだって？あ、なるほどと。マザトロールではできない複雑な加工があるでしょ。そんなマザトロール対応してないでしょ。あ、そうです。その通りです。大丈夫ですと。例えば、5軸の割り出しが必要みたいな感じで、CAM で作んないとこんな加工マザトロールで無理でしょ。大丈夫です。CAM で作成した複雑な加工プログラムをマザトロールのさっきの Excel の表みたいなところにぶち込むことが可能なんですね。マザトロールに1加工として挿入ができますよと。ということで、マザトロールで作成した方が早いプログラムと、CAM で作成した方がいいプログラムがある。それを2個取りできるわけです。なんて便利なんだ。具体的に言えば、例えば減点出しはマザトロールめちゃくちゃ楽なんで、マザトロールでやっちゃいたいと。で、作成後に加工は CAM で、CAM の情報代は削りたいみたいなことができるわけですね。つまり、すり合わせとそうでない部分を明確に分けることができると。それをマザトロールで一括で終わらすことができるわけですね。さらに、工具管理においても便利機能があります。これ何かっていうと、今から削りたいプログラムがいろいろあるわけですよ。A、B、C、D、E っていうワークがあるわけですね。そのワークをこれ削りたいですっていうことを入れちゃえば、今、工作機械についてる工具が足りてるのか足りてるのか足りてないのか表現をしてくれるわけですね。この工具ついてないですから削れませんよ。皆さん思うわけじゃないです。そんな当たり前についてるでしょ。そんなの逆についてないんですかと思うじゃないですか。それがですね、ついてないんですよ、G コード。ついてないんで、しかも工具が間違ってついてる場合、その間違った工具で削り出しますからね。やばいでしょ。今の工作機械そうなってるわけですよ。G コードの場合ですね、工具が違っていってもそのまま削ると。おっぱっぴーなわけですよ。ただ G コードのオプションによってできるものもあるのかなって感じで、これは詳しい方はコメントをしてくださいという感じですね。もう違う工具がついてますから。G コード折れます。残念みたいな。残念ギリみたいな。ジャカジャーンみたいな。はい、次。だから、こういう超便利な機能っていうか、素人でも大丈夫ですっていうこと前提だからわずか1日でプログラムの作成ができるようになったわけですね。例えば皆さん考えてくださいよ。新卒も業界から来る転職者もね、すぐに扱えるようになると。それがマザトロールですと。G コードでお前覚えろと。このコードの名前を覚えろとか、こういう風に片手に見ながらこれなんだっけみたいなことポチポチやるとどっちがええねんと。素晴らしいと。素晴らしいわけですよ。もう実際に大熊とかのプログラム方法とかも見たいんだけど、聞いた話によると大熊さんは段取りするとこういう風に対話型であってもいろんなページに飛ばないといけないんですね。しかしマザトロールっていうのは1ページで完了しちゃうんでめちゃくちゃ楽ですよっていう感じですね。大熊さん言いたいことがあったらぜひね、呼んでください。マザックの近くにあるじゃないですか。マザックのついでに寄ってくださいとか言えば寄りますから。マザックに怒られるっていうっていう感じでございます。ということで、お前ね、マザックからスポンサー受けてるからお前ベタ揉めしてんじゃねえと。いや、実際にこれめちゃくちゃ便利だったんで言ってるんですけど、改善要望も付けさせていただきたいと思いますと。中立でいきたいと。動画作ることによって中立じゃないんだけど、こんな感じですよ。まず1点目ですね。こういう風にマザトロールのトップ画面があるんですけど、なんか数字書いてあるんですね。めちゃくちゃ見にくいと。なんか時間書いてあるんですけど、加工時間の数値バーが非常に見えにくいと。例えばですね、多能硬化してるとか、一人の担当
当者が複数台担当してると、今どのくらいの加工時間みたいなのが遠目で見えないわけですね。続いて、この工具の経路の、加工パスですね。このシミュレーションの速度変化ができないわけですよ。なので、シミュレーションがゴリゴリのめちゃめちゃ複雑な加工を作った時に、このパスがですね、ずーっと過ぎ去るまでですね、ずーっと見てないといけないと。なので、これに対してですね、早送りしたりですね、遅くしたりするような機能、もしくは巻き戻しできるような機能があれば、つけていただきたいと。待ってないとダメなんですね。続いてですね、スケール変更が面倒ということで、工具経路のシミュレーション機能の操作性が非常に悪いんですね。これついてるだけでめちゃくちゃいいんですけども、プラスマイナス等のボタンの追加をですね、希望されてました。だそうですという感じで、クロートの人がね、言われてるわけですから。これでさ、マザトロールの開発者の人がさ、お前呼ぶんだったらいいんじゃねえ、俺の仕事増えるじゃねえかみたいなこと言われたらさ、非常にもう恐縮なんだけどさ、これだけいいところは伝えさせていただいたら、これをモチベーションにしてここも改善いただければ幸いでございますということで、ちなみにですね、バージョンはちょっと古いものなので、最近ですね、マザトロール DX というものを出されてたそうでですね、これめちゃくちゃ進化してるということなんですね。例えば、CAD があれば、CAD に対してさ、加工パスをつけてたじゃん。つけてるものが自動で計算してくれるとか、そういった機能もあるみたいなので、今度触る機会があるそうなので、7月7日行ってきますと。で、そこで準備いただけるということなので、これもぜひフィードバックさせていただきたいと思ってますと。いうことで、マザックのですね、マザトロール最高の解説でございました。以上でございます。お疲れ様でございました。もうこれね、また G コードのことディスったからさ、来るかもしんないね。アンチコメントが。でもさ、これ、あんたはいいよ。G コードね、使ってるあんたはいいんだけど、新卒のさ、例えば、スプラトゥーンとかやってる Z 世代の子がさ、入ってみなさいよ。加工パス、この指先で作るんですかとか言われると、どうすんのと。もうマザトロール最高でしょということで、G コード好きなことを僕は否定はしませんが、これから働く若者にですね、これ受け入れられるかは、甚だ疑問でございますと。で、触れたんですけど、マザトロール開発担当者の仕事が増えてしまったら非常に申し訳ございませんという感じですね。マザクさんもですね、いや、トロロ、これもうあるから、これある。お前何言ってんだみたいな感じであれば、ぜひ怒ってください。ホルエさんから電話かかってきたら、お前これあるんだけど、お前舐めてんじゃねえみたいなこと言われたらどうしようって感じですね。ということで、今回はマザトロールの話でございました。ということで、工作機械の話題でございました。で、工作機械の他にもですね、FA とかですね、半導体とか自動車関連とか、グローバル的なね、全体なものづくりの話もしてますから、製造業に関連するお仕事に従事されている方はぜひね、チャンネル登録をいただいて応援をしていただきたいと思いますし、少しでも刺激になればね、いいねボタンを押していただきたいと思います。ということで、次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。パナソニックエナジーさんのスポンサー動画になっております。パナソニックエナジーといえば、今注目の二次電池でございます。二次電池はもう作っても足りないと。この二次電池っていうのをネット探してもらえればいいんですけど、非常に発火事故が多いんですが、今までパナソニックエナジーはリコール品が全くゼロなんですね。なので品質に秀でてるわけでございまして、品質管理の関連業務に従事された方があるエンジニアをですね、大募集していると。強いて言えば、車載関連の品質管理されている方は歓迎するということでございますので、興味があればぜひ概要欄からチェックいただいて、応募してあげてください。パナソニックエナジーさん、ありがとうございました。いってらっしゃい。次回は決まってませんということで、お楽しみに。東芝の半導体になると思いますので、今はね、資料レビュー中でございますので、来週はこの動画がアップロードされる、公開される頃には終わってると思うんですが、東京のものづくりワールドに行ってると思います。講演してると思いますので、ぜひね、そこでお会いした方はありがとうございましたという感じでございます。ということで、また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。他にも取り上げてほしい題材などがございましたら、ぜひコメントまでたくさんお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。